はい、皆さんこんにちは。柑吉スタジオの北原柑吉です。今日はですね、武術家の姿勢ということをね、タイトルでちょっとお伝えしていきたいと思っております。身体的な意味のね、姿勢ももちろんあるんですけども、今日はそれ以上にですね、武術家としての生き方や考え方、そして何よりね、武術としてのあり方みたいなところをね、含めた姿勢、そちらの方のね、お話をね、今日はね、お話ししていきたいと思いますので、ぜひ最後までお聞きください。さあ、それでですね、このチャンネルでもね、お伝えしている大東流合気柔術とか、気功、あるいは中国武術もそうなんですけども、まずね、身体的なね、意味の姿勢というのはね、もうそれらの全て奥義であり、秘伝であり、もう、全てと言ってもね、過言ではないんですよね。正しい姿勢、つまり重力にね、まっすぐ立ってね、丹田を入れてね、名門をギュッてね、上げることでね、気功で言えばこのね、気を全身に巡らすっていうことにもなりますし、大東流合気柔術で言えばね、私の流派でも透明な力なんて言いますけどもね、そういうね、普通の筋力ではない力をね、運用することができる。そういう体を練り上げていくためにね、絶対必須なものはこの正しい姿勢ということになるんですけども、ただですね、そういった具体的なね、技法や物理的な力のみをね、追い求めて姿勢を考えてしまうとですね、非常にもったいないんですね。というのはですね、武術の世界、あるいは気功の世界というのは、もっともっと広大無辺な世界であって、単純にね、目の前のね、もう、人と競う力とか強さとか技法、そういうものでね、目的だけね、追い求めてしまうと、非常にもったいないんですね。もっともっとですね、実は大きな世界があって、そのためにですね、この姿勢というものを考えていかなければいけない。ということになりますね。それでね、ちょっと今日はその辺をお話ししたいんですけども、それでですね、まず最初にどこからお話ししようかと思うんですけども、今のね、武術、武道もそうですけどもね、そういったものをですね、ちょっと立ち位置みたいなところからね、お伝えしたいと思っております。メディアがね、発達して、いろんなね、情報がね、行き交うことでですね、いろんなことはね、知ることでね、それは大変有意義なことなんですけども、ただね、ちょっとね、一つ危惧しているのはですね、私はこの武道、あるいは武術の世界の立ち位置も、ちょっとおかしなことになってきている。おかしなことというかですね、それも別に一つの方向なんですけども、もったいないことになってきているっていうふうに実は考えているんです。端的に言うと、いろんなね、スポーツや格闘技がありますけども、そういうものとですね、武術の世界の境目といいますか、ある意味ね、混同して、どんどん混ざってね、ぐちゃっとした形になってきているような気がするんですよね。で、それをもちろんいいこと、最近の言葉ではコラボレーションみたいな感じですけどね、いいこととして捉えることももちろんできるんですけども、同時にですね、それぞれがですね、特有の個性を持っているからこそですね、非常にね、なんていうのかな、バランスの取れたいいものになるっていう考え方もあるんですよ。これをですね、気候の世界で言えば陰陽のね、考え方になるんですよね。武術なんかも最近見てるとですね、格闘技的なものに非常にね、近くなってきてしまって、また格闘技的な発想でね、捉えてる、行っている方が非常に増えてきているかななんて思ってるんですね。実際の試合でどう使うのとか、実際の実戦でどう使えるのとか、もちろんそこには武術をやる上では興味は尽きないところなんですけども、同時にですね、武術ならではの世界っていうのもいっぱいあるんですよね。そのね、武術のならではの世界っていうのは何かっていうとですね、この凛とした世界、凛とした時間、凛とした雰囲気、凛とした考え方、そして凛とした姿勢、そういったものをですね、生み出せる非常に優れたですね、ツールといいますか、文化といいますか、古の英知、それがですね、やっぱり武術のね、非常にね、持っているね、特性でありね、個性であり、有効性な部分なんですね。皆さんもね、イメージの通り、格闘技っていうのは非常に動的なもので、賑やかでね、エキサイティングな部分がありますよね。それは結構最近は特に過度に増してるところもあって、試合前のね、なんていうんですか、トラッシュトークっていうんですか、お互いがね、言い合ったりとか、そういうことでね、お客さんを駆り立てて盛り上げて大会を盛り上げる。もちろんね、そういうね、動的なね、ものを、魅力を持つのが格闘技の世界だと思うんですよね。で、そういうね、動的なもの、つまり陽の部分ですね。そういう世界がどんどん肥大化して大きくなってるがゆえにですね、私は実はこの武術の世界っていうのはその反対側に役割があるんじゃないかななんて思っているんです。もう一回言いますね。その格闘技が非常にこの陽的な部分、動の世界ですね。賑やかで、大きなね、スケールでイベントで、みんなが盛り上がってね、立ち上がってね、わーってね、燃えるっていうね、そういう動的な特徴を非常に強く持っているがゆえに、武術はその全く反対側の部分を大切にすることでですね、お互いが陰陽関係で、非常にね、バランスの取れた状態でもっと大きなものになると思うんですね。その武術の役割っていうのが先ほど言ったように、
凛とした世界、つまり道に対して生の世界ですね。ここの部分をですね、強く持つことの方が私はすごく大切かななんていうふうに思っています。裏を返すとそういうものをですね、うまく練り上げてきた、作り上げてきたのが、この武術の世界の多分伝統であり歴史だったんだと思うんですね。長い時間でもちろんその戦国時代みたいなああいうね、戦いの場面もいっぱいあったし、逆に江戸時代のようなね、ある意味安定した時代もあったと思うんですけども、そういうね、紆余曲折を経てね、形作って現代まで到達したものはどちらかというとですね、その道に対してね、生のものっていうふうにね、なってくると思います。さあ、じゃあその生の部分、つまり凛とした部分って単純に雰囲気だけかっていう話なんですけども、ちょっとそこはそうじゃなくてですね、武術の偉大なですね、方向性になるんでね、ここから先はそのお話をしたいと思うんですね。さあ、そこでね、ちょっと話をね、バッと変えてですね、強さってなんだっていう話になってくるんです。強さってなんだ。そういう時に単純にね、おそらく思いつくのはその、身体的な強さ。もっと単純に筋肉的な強さをイメージする人もいるかもしれませんよね。格闘的な強さ。もちろんそういう方が、現代的にはね、多分馴染みが深いでしょう。ただですね、この強さを深く考えている方、この武術の世界もね、深く考えている方は、そう単純じゃないんですよね。例えばですね、強さには非常にですね、物理的なものではないものがいっぱい存在するんです。例えば、漠然とした不安って誰しもありますよね。将来に対する漠然とした不安。それに克服する強さだって、ものすごく大事な強さなんですよ。あるいは、人目を気にしてしまうとかね。こういう身体的な力とは全く別物ですよね。人に見られるのが怖いとかね。人の前に舞台に立つのがね、緊張してしまうといろんな考え方ありますけどもね。それから、例えば病気に対する怖さ。つまり健康面ですね。健康面に対する強さっていうのもあるし、それから経済力ですね。やっぱりお金を失うのが怖い。ね。お金が欲しいっていうその欲望に対するね、強さっていうのもあるかもしれない。っていうふうにですね、本当にいろんなものがあります。もっと言ってしまえば、老いに対するね、年を取るっていうことに対する、やっぱり恐怖を持っている人もいるかもしれない。それに打ち勝つ強さとかですね。そういったですね、実は生きていく上では、単純に身体的な強さとはもう全然違うけども、でも乗り越えていかなきゃいけない、強さ、ね、強くならなきゃいけない部分がいっぱいあるんですよね。で、そういう部分はですね、むしろ格闘技よりも武術的なものの方が、はるかに長い歴史の中で考え抜かれて、そこをどう乗り越えようかっていうことをですね、いろんな面でですね、開発されてきたというふうに私は思っているんです。で、くしくも実は現代社会ってそういったですね、身体的な強さ以上にですね、非身体的な不安、そしてそれを乗り越える強さの方が求められているんじゃないか、あるいは必要とされているんじゃないかっていうふうに私は考えているんですね。それぐらい、世の中って、例えばストレスだったりとかね、この情報が、膨大な情報でどれを見ていいかわからないっていう情報に混乱してしまうとかね、自分は自分だっていうね、そういうふうにね、自分のことを信頼する強さとかね、そういった複合的な強さの方が多分現代はすごく大事で、武術はそこにですね、多分立つべきだと思っているんです。そういった意味で、さっきのね、格闘技に対してですね、また違う道にね、武術を置いとく方が私は大切だと思っています。さあ、そこでね、そういう非身体的な部分での強さをどう得るのか、そこに対してはですね、実はですね、動的な考えではなくて、性的な考えが非常に大事なんですね。いわゆる凛とした雰囲気、そういうものでですね、練り上げていく。そういう世界の方がですね、生み出しやすい。作り出しやすい。なぜかというとですね、結局、その非身体的な部分での課題っていうのは、最後の最後はですね、自分と向き合うっていうことが出てくるんですね。究極的には自分の心というとまた抽象的になってしまうんですけども、自分とどう折り合いをつけるか、現代的には。もっと、科学的な話をしてしまうと、自分をどう制御するか、律するか、コントロールするか、ここに全てがかかってくるんですね。面白いね、問題っていうのはですね、よくね、何か原因を追求して、その原因に対処すれば解決するというふうに思いがちなんですけども、実はそれはですね、もう大きな間違いなんですね。
そういうのをシステム論の世界でよく言うんですけども、よく何らかのシステム、例えばルールとか決まりとかね、どんな組織でもね、会社でも学校でも国でもルールや決まりありますよね。でもね、それやっぱり完璧じゃないですね。なぜ完璧じゃないか。ルール自体やシステム自体は完璧に作ったはずなのに、なぜうまくいかないんだ。結局そこにはですね、そのルールや決まりやシステムに逸脱してしまう。簡単に言えば人間がいるからです。当たり前なんだけどもね。だからその逸脱してしまった部分にまた対応するために新たなルールや仕組みを作って、また対応するんだけど、またそこから外れていく。じゃあ外れるものは何なのかっていうと、結局は人間になっていくんですね。結局そのどんなシステムを作っても、そこを制御するべき人間が制御できないから崩れていく。今までの時代っていうのはそういう外側の仕組みシステムを作ればうまく全ていくはずだと。究極のシステムがあればうまくいくはずだっていうふうに、現代思われたんですけど、実はそれはもう全然うまくいかなくてですね。それは多分皆さんもなんとなく感じてると思うんですけども、根っこにあるのは自分自身の制御に行き着くんですね。つまり人間そのものの制御、コントロール。で、古の人たちはそれを知ってたんですね。おそらく。知ってたんです。どんなに外側を何かを作ったところで、やっぱり自分自身を制御できなくてはうまくいかない。そこで生まれたのがこの修行という考え方なんですよね。修行という考え方。そのある意味修行法をずっとこう練り上げてきたのが、武術もそうだし、いろいろね、道とつく世界、華道や茶道や書道やね、そういったものも、そういうね、具体的な、例えば書道だったら書を書くということを通してですね、自分を練り上げていく。現代的には自分を制御する力を養うことをですね、やってきたんですね。昔で言えば修行と呼びますけどもね。私はね、武術の役割はまさにこのですね、自分を制御する。つまり修行そのものが武術の本質だというふうに強く思っています。それがゆえに武術を極端には極めたら、どんなルールの中でも、どんな状況においても、どんな場面においても、どんな時代においても、そこを自分が制御して、その中で強く生きれる人間になれるってことです。これは武術の言うところの強さそのものなんです。つまり、どんな環境であろうとも、どんな時代であろうとも、どんな人たちとであろうとも、いきなりね、何か状況が変わった突発的なことであろうとも強く、そして冷静に生きられる。これが武術の強さであり、求めるべき武術の強さになると考えてるんですね。実はこれは全局面的な強さって私は呼んでおりまして、人が生きる上でね、もし人生全体としてこれをね、極端に戦いと考えるとしたら、もうあらゆる身体だけではなく、精神性だけでもなく、状況的なものね、時間的なものね、自分の健康面も経済面も知識も全部含めて、全局面的な強さを養っていくのが武術であって、それを徹底的に磨くために、凛とした世界、つまり静の世界、静かな世界で自分と徹底的に向き合うこと。これがね、多分武術家としての姿勢だというふうにですね、私は感じてしまってるんですよね。ということでね、どうですかね、ここまでお聞きになってですね、ちょっとお伝えしたいことをですね、分かっていただけたかどうかわかんないですけども、そういう意味でね、最初に申し上げた通り、ちょっと格闘技とか、スポーツ的なところと武術っていうものが混同されてね、混じり合ってよくわからないものになっているような現状があると思うんですけど、私はですね、あえてね、それをね、ちゃんと正しくね、武術は武術の世界で、求めるべきものをですね、ちゃんと明確にですね、見出した方がいいのかなと思ってるんです。そうじゃないとですね、長年培ってきたこの武術のですね、非常に大事な部分が失われて、で、すごくインスタントなね、表面上の格闘技的に役立つのとか、わずかな技法のみがね、注目されてしまうと思うんですよね。その背後にあるもう全局面的な強さ。つまり武術としての強さ。そっちの方をですね、ぜひ見てもらいたいかなと思ってですね、今日はこんなお話をさせていただきました。ということですね。はい。はい。というわけでね、今日はね、武術家の姿勢ということなんですけども、こういう考えはね、人にそれぞれ考え方ありますし、もちろんね、師範の方々やね、格闘技ファンの方、武術ファンの方々、いろいろな考えあると思うんですけども、こういうね、世界もね、ちょっと考えてみていただくと、武術の楽しさや、素晴らしさ、も見えてくるかなと思いますので、ぜひその辺も参考にしていただければ幸いです。はい、以上今日は武術家の姿勢ということでお話しさせていただきました。また次回の動画でお会いいたしましょう。はい、さよなら。